吉野川くずはの、それにつけても金の欲しさよ。はい、どうも、はじめまして、即席 VTuber の吉野川くずはです。今回が初めての投稿ということで、このチャンネルの趣旨を簡単にお話しします。吉野川くずははリッチになりたい。死ぬまでにやりたいこと、行きたいところ、山ほどありますが、それらを実現するにはとにもかくにもお金が必要です。なのでこのチャンネルでは色々と財産を築くチャレンジを行っていきます。とはいえ、私はあらゆることに対して素人です。しかも学んだこともすぐに忘れてしまいます。なので、当面は自分の備忘録代わりにお金を稼ぐ方法と、その実践結果を動画にしていくことを考えています。いわゆるやってみた動画って感じですね。それが皆様のお役にも立てばと思っています。それでは、第1回目の動画投稿を始めましょう。YouTuber、VTuber になるための第一歩、Google アカウントを作ろう。今回の動画では Google アカウントの取得と設定をやっていきます。次回の動画はおそらく YouTube チャンネルの開設と設定になります。では早速、なぜ Google アカウントを新規開設するか。私の場合、プライベートとビジネスで E メールアドレスを分けたいというのが一番でした。特にプライベートで使用しているアドレスは本名だったり、子供の頃につけた仕事に使うには恥ずかしい文字列であったりするので、 YouTube で使うペンネーム吉野川くずはとしての E メールアドレスが一つ欲しいと考えた次第です。新しい Google アカウントを取得すれば付随するサービスも新しくなります。 YouTube アカウントも新しくなりますので、仕事の参考用に登録チャンネルを整理することもできます。私はあまり使っていませんが、Google ドライブなども仕事専用に用意することもできるでしょう。それではアカウントの取得から、まず Google を開きました。URL は表示の通り、使うブラウザは何でも良さそうですが、一応 Google 製の Chrome を使いました。次に Google アカウント作成方法でググりました。さすが Google 先生、検索候補の1番目に関連ページが出てきます。早速押してみましょう。はい、こんな画面が出てきました。ここでは自分用を選択しました。後から調べてみると、ビジネス管理用の設定は後ほど必要になった時にもできるようです。かつ Google のビジネス関連機能はざっと見た限り実店舗を持つ方向けと感じました。 YouTuber が使うとなると工夫が必要そうです。次はこの画面ですが、なぜか先ほどまでと同じような画面ですね。気になって別なブラウザでも試してみたところ、マイクロソフトのエッジではこの画面が表示されませんでした。つまり細かいことは気にするないと。アカウントを作成から自分用を選択し、次へを押しましょう。生年月日を入力します。性別は男女のほか指定しないという項目がありました。入力・選択が終わったら次へを押します。そしてここが重要です。新しい E メールアドレスを設定します。これが Google のログイン ID にもなります。将来ビジネスを考えるなら他人に見せてもおかしくない文字列を設定するといいでしょう。なおアルファベットは小文字のみ、記号はピリオドしか使えないようです。それに加えて数字が使用できます。入力が完了したら次へを押します。他の人と E メールアドレスが重複してしまった場合にはここで注意文が表示され、入力し直しとなります。ここも重要ですね。パスワードはなるべく複雑なものを使いましょう。不正アクセスを防ぎやすいと言われているのは、なるべく長い文字列で大文字小文字を混ぜて数字と記号を入れることです。この点、スマートフォンのパスワード管理アプリを使うと、アプリによってはセキュリティの高そうなパスワードを提案してくれるので便利です。私はワンパスワードというアプリを使っています。このアプリはアカウントごとのパスワードの記録、2段階認証の設定などにも対応しているので、とても重宝しています。では、パスワードが決まったら次へを押します。さて、アカウント取得の最後に電話番号を設定しましょう。後ほどの2段階認証設定でショートメッセージを使いますので、携帯電話番号を入力します。入力が完了したら、はい、追加しますを押します。これでアカウントが取得できました。やったね。さあ、後半戦です。アカウントの管理をやっていきましょう。アカウントの管理は Google トップページを開いた後、右上のマークを押すと出てきます。Google アカウントを管理を押すと、設定画面に移ります。ここから先は最低限必要な設定に絞ってやりました。まず、データとカスタマイズタブを選びます。
ビジネス用ですので、次の2つは停止しました。1つ目は Web とアプリのアクティビティ。これは検索履歴を記録し、精度向上を図る機能です。私はビジネス用のアカウントではプライベートな検索はしないつもりですが、うっかりミスを防ぐためにオフにしました。2つ目はロケーション履歴。スマホの位置情報を Google の各種サービスと連携する機能です。VTuber 活動を現実の生活と切り離したいため、これもオフにしました。次にセキュリティタブを選びます。不正アクセスを防止するための設定がここにもあります。手軽にセキュリティを向上させるには2段階認証プロセスが有効です。私はこれをオンにしました。2段階認証プロセスの機能は初めて使う機器でログインする際には携帯電話が絶対に必要になるというものです。自分の携帯電話にショートメッセージが来て、それをログイン時に入力して照合することになります。この方法でセキュリティを向上したいなら使ってみるを押します。さて、ここで Google アカウントを取得した際に決めたパスワードが必要となります。この設定はスマホで行いましたので、パスワード管理アプリからパスワードをコピーできたり、ショートメッセージをそのまま使えたりして便利でした。最後に電話番号を入力します。ここで入力した電話番号にショートメッセージが送られることになります。あとは画面の案内に従って進めるだけです。これで最低限の設定は完了しました。やったぜ。Google アカウントの取得と設定方法についての説明は以上になります。即席な方法だけをお伝えしましたので、ご自身でお試しする際には他の項目も見てみることをお勧めします。そして次の動画では YouTube の解説と設定方法についてお話ししたいと思います。尺が余ったのでちょっと雑談させてください。この動画はとりあえず無料で手軽に作ってみようと思い iPhone の標準アプリ iMovie を使ってみました。前評判として iMovie の機能はすごいと散々聞いてきたからです。ところがどっこい、この一つ一つの操作が煩雑なこと。特に画面背景に Microsoft 365のパワーポイントを使ったのがマッチしませんでした。スマホでスクリーンショットを撮り Windows パソコンに OneDrive で転送しパワーポイントで編集して iCloud 経由で iMovie に送るという、なんて面倒くさいやり方を選んでしまったんでしょうか。YouTube を続けるコツは手軽に作成できることだと思います。手軽さのためならお金を払って動画編集ソフトを買おうとそう思いました。ということで雑談は終わりです。さてエンディングです。ここまでの解説は吉野川葛葉が務めさせていただきました。いかがでしたか？もしお役に立てたなら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もう一度言ってみましょう。高評価とチャンネル登録をよろしくね。ああ、それにつけても金の欲しさよ。ということでまたお会いしましょう。それでは皆様ごきげんよう。